こんにちは、いすゞ自動車の佐藤と言います。今日は自動運転技術開発で共同開発を行っているティア4さんの東京オフィスへお邪魔しています。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。まず最初に自己紹介を兼ねてティア4さんが掲げるミッション、目指すものというものをお話しいただけますか。ティア4は一つ自動運転というものを課題というふうに捉えていまして、技術をオープンにしたいということを、一社で何かを作るよりもオープンな世界で作るものっていうのが最も価値が高いのではないかなというふうなことで、自動運転の民主化というのをビジョンに掲げている。自動運転の民主化とすごいキャッチーでかっこいい感じですよね。スタートアップはそれこそいすゞさんのような歴史のある会社とは違ってですね、生まれた時には何もない状況なので、本当にビジョンを掲げることがもうそのものがプロダクトというふうに考えてます。逆にいすゞさんとか歴史の長い中でミッションとかビジョンとかどういうふうに捉えられているんですか。歴史長い会社なんですけども、一昨年ですね、この時代の変化にこのままじゃついていけないだろうということで経営理念を見直しまして、それまでは運ぶを支えるというところだったんですけども、それを地球の運ぶを創造する、サポートからクリエイトへより能動的、積極的、創造的な仕事の仕方をしていこうということで経営理念を見直しました。これまではお客様に合った車を開発、生産、販売してその対価をいただくというビジネスをやっていましたけども、これからはその車をより効率よく使っていただいて商売をしていただくという形の新たなソリューション、さらにはその車を使って新しいビジネスを作っていくと、最終的には商用モビリティソリューションカンパニーということを目指そうと思っています。いいものは作るけど、作るだけではなくてより一歩踏み込んでソリューションとか、サービスっていうそこまでやるぞという、そんな意気込みなんですかね。はい、そうですね。やはり車だけですとだんだん差別化が厳しくなっていくという中で、車をプラットフォームして新たなサービスを提供する、新たな価値を提供する、そんな気持ちでいます。一緒にお仕事させていただく前は、いすゞ自動車のことをどのようなイメージで捉えられていましたか。商品性というか、エンドユーザー、お客様と接点がある、つまりお客様のことを知っているがゆえにちゃんと選ばれる商品を作れるっていうところも、こういう商品を作れば必ずお客様に選ばれるんだっていうのも分かっているっていうのは、もうここはスタートアップにはない魅力なので、安全性と商品性っていうところがずば抜けてるなっていうのが当時のイメージでしたね。ありがとうございます。我々自身も一番の強みはお客様を知ってるってことだと思っています。お客様買っていただいた後に一番気になるのが品質ですよね。商品だけではなくて、ある期間長い距離走った後もきちっと機能が維持できると、とにかくお客様の使い方、何を望んでいるか、そういうのを常に考えながらですねやってきました。本当ティア4にはできないことがたくさんあるんですけど、逆にいすゞさんから見ると、当時ティア4と組むっていう決断をしていただけたこの経緯というか理由みたいな、どんなとこが魅力だったか、もしあれば。将来的には自分たちでもきちっと自動運転のソフトウェアがですね使えるようになりたいと、作れるようになりたいと思ってましたので、やはりオープンソースで提供していただけるというところが一番最大の魅力だったと思ってます。そうですね。我々の最大の強みは本当にオープンソースで誰でも作れる、誰でも使える。だからこのソフトウェアそのものを売るっていうのを商売にするのではなくて、いすゞさんがこのオートウェアプラスアルファで社内でソフトウェア開発をするときに支援をできるとか、また別の技術を提供するとか、もっといいものを提供しないと対価をいただけないので、そこを本当魅力に思っていただけるっていうところがもう一番感謝しかないですね。やはりこのコアの技術をなんですかね、無償で展開していくという考え方であったり、ドローの深さですとかを素直にすごいなこの人はって思いましたね。今
テクノロジー競争になってますけど、こうオープンな世界を使って、いやトータルでもっとそれこそいい品質でよりこう早くで低コストでいいものが作れると、僕らが貢献できたってことになるかなと思います。やっぱりスタートアップには量産みたいなものもできないですし、広く社会に使われるサービスっていうのを本当にこう普及させる力もないんですけど、そのきっかけを作ることはできるのかなと思っているので、一つのそういった先端技術であったりソリューションをまず作っていただいて、その量的な展開は量産メーカーである我々が力を発揮すると、こういう形でうまくやっていけるのかなというふうには思っています。大きな企業と小さな企業がどう協力し合うんだみたいなこともだんだん分かってくるのかなと。面白いことをやってるスタートアップがあるから、周りのパートナー企業の皆さんがいずれこれティア4の技術を使って自動運転やろうよっていろんな取り組みをしていただいていた中の、一つがいすゞさんの空港のバス。いやもし本当にいすゞさんがこの事業化を考えていただけるんだったら、しっかりティア4もリソース割いてやりたいですっていうのをいろんなやり取りをしているうちに、あれよあれよという間にプロジェクトが進みまして、全国各地でこのいすゞさんのやってる福岡空港の自動運転バスが品質がいいんだっていうのがすごい知れ渡って、周りの期待値も上がってきて、本格的に佐藤さんもプロジェクトにインしてきたような我々としてはですね、感覚がありまして、もうそこからは本当に平塚だけではなくて開発の話も含めて協業が深まったのかなというふうに思っています。実は昨年の春ぐらいはですね、いすゞ自動車の中で自動運転ってまだ先の技術だよねっていう雰囲気だったんですよね。自分が自動運転担当になったってこともあって、そのやってる人たちにいろいろ話を聞いて回るとですね、特にその空港をやられた人たちとかもっとやりたいと、すごいそういう気持ちが強かったんですよね。やっぱ社会課題解決のために自動運転は一つ大きな手段だよねと、会社のそのスタンス方針を変えまして、もっと自動運転積極的にやろうと言ったところでやってきたのが平塚バスなんですよね。大きな企業が意思決定をするとすごいなと思っているのは、本当に推進力が出てきて、逆に今ティア4にいろんな要求をいただいていて、自分たちでできるところはどんどんオープンソースにしていって、でもできないところはオープンソースの仕組みがあるから、いろんな世界の一線にいる最先端にいるパートナーの皆さんが、ティア4と一緒に仕事してくれるので、そういった集まってくる最先端技術をいすゞさんに提供できるようになってくると、本当に役に立ったっていうふうに言えるのかなと、今その発展途上にいるなという認識です。平塚、特に重点的に自動運転の実証実験一緒にやらせていただいてて、見えてきた課題もいくつかありまして、今の技術ってセンサーをたくさん取り付けて、で少し性能のいいコンピューターを搭載して、ディープラーニングっていう、AI の中でも特に物事を予測できる AI を取り入れて、自動運転をしているんですけども、このやり方をしていると予測できないものも含めてエッジケースっていうのが出てくるので、これを一つ一つ潰していかなきゃいけないっていうのが大きな課題。つまり平塚でじゃあできたとして少しルート変えるとか別の市街地ってなった時に違うエッジケースですね。もし自動運転にもう人間と同じ行動を生み出せる AI、 もう予測の範囲を超えて行動を生み出せるってなってくると、今まで人間がやってたことを結構真似してシステムが作れるようになってくるので、人間ってあんまりエッジケースってない、その自分で考えて初めての場面なんだけど、大体こうやろうかなって言って乗り切ることができるんですけど、だんだんこういう技術に自動運転も移っていくと思うんですよね。で今これ世界で
自動運転 2.0 っていうふうに呼ばれていて、本質的にはこちらの技術にいかに移っていって、やっぱり消費電力の問題とか別の今の技術にはない問題がこの自動運転 2.0 の新しい技術に起こってくると思うので、それをしっかり解決していくっていうのがこれからの一番本質的なチャレンジかなと。次の世代ではその経験しない初めての経験であっても AI が自ら考えて行動できるようになっていくと、そういうことでしょうか。そうですね、まさにそういう時代に移っていくんですけど、この一つ一つエッジケースっていうか細かい課題を地道にやっぱり解決していくってことが当面は社会実装の観点からするとものすごい大事なので、この社会実装を進めつつ新しい技術に取り組んでいきたいなと思っていますね。意外とその自動運転以外のところでいっぱい付随した仕事ソフトウェアが必要なんだなというのをこれを改めて実感したところです。遠隔監視しなければなりませんし、バスの場合は車内の監視であったり、じゃあドアの開け閉めどうしようかとかですね、いっぱいまだまだその自動で走らす以外にもソリューションを考えていかなきゃなんないなというのを改めて実感しましたね。今ようやくいすゞさんとティア4で本当に基本的な体制が整ってきて、自動運転レベル4を搭載した路線バスが実現できそうだっていうところまで来たなと思ってますので、まずは日本政府もね掲げてますけど、全国に社会実装していくっていうところが絶対にやりきらないといけないなと思っているところですね。もういすゞさんとティア4がしっかり組めば、今平塚中心にやっているこの自動運転のサービスっていうのが本当に全国に広がっていくというふうに思っています。もしかしたら熟練ドライバーさんじゃなくてもバスを運転できる世界がもし来たとすると、雇用を生み出すっていうか新しい職業を作り出す、もしかしたら僕のお母さんが将来いすゞさんのバスを運行してるかもしれないので、そういった可能性もすごい楽しみですし、まずは全国各地でこの自動運転バスっていうのを普及させて、ドライバー不足とか、交通弱者の社会課題を解決できるといいなと思ってます。まさにいすゞ自動車の経営理念である地球の運ぶを創造する、これに合致する考えだと思います。今後とも一緒により良い未来を作っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。